復興の街を歩く。今回は神戸市灘区、阪急電車の王子公園駅から東へ延びる水道筋商店街を歩きます。ここはですね、王子動物園。王子動物園といえばジャイアントパンダのタンタン。ただタンタンはね、この間お亡くなりになってしまいました。今日はお別れにやってきました。ありがとうタンタン、ずっと忘れないよ。24年間もいたんだ。2024年度の末日だったんだね。愛されてたんだね。ここがですね、王子動物園で、ここに阪急の王子公園駅があります。で、ここからまっすぐ東に向かってですね、水道筋商店街っていうのがあります。そこをこれから行ってみたいと思います。この川はですね、西郷川です。六甲山脈からまっすぐ瀬戸内の方に流れていく川。まあ、神戸はね、こういう川が多いんですけど、それで、この水道筋という通りがこの川を渡っている橋です、これは。西灘橋っていう名前がついてます。で、これちょっとね、不思議な橋だと思いませんか？やけにこの厚みがあるでしょ。これはね、この道路の下に水道管がね、通ってるからなんですよ。多分上水道ですね。ですから、水道筋という名前がついてるわけです。街灯に全部水道筋って書いてあります。ここからね、アーケードなんです。すごい人通りですよね。こんな賑わってるアーケード街ってなかなかないですよね。ここの水道筋っていうのは大正時代に西宮から神戸にかけて水道管がね、通されたそうなんですよ。その上に商店街ができているということらしいですね。ここにもありがとうタンタン。なんかこれ古風な喫茶店があるぞ。ドニエ。シンス1945って書いてある。いいですね。シロップをかけます。ね、この水道水商店街なんですけど、昭和21年5月11日のですね、空襲があってですね、水道筋界隈の商店街や市場に大きな被害があって、ほとんどが焼けてしまったということで、周りにかなり住宅地がありますのでね、そこに対する物資が必要だということで、多分闇市が立ったんだと思いますね。非常に長いアーケード街ですよね。この東西のこの水道筋の商店街と途中に何門かね、北に伸びるアーケードがあるんですよ。これ例えばね、ここはアーケードじゃないですけど、神戸ならではのこの六甲山に向かって一直線に坂が伸びていると。アーケード新しいね。昭和30年代にできたアーケードなんでしょうけれども、
アーケードそのものは更新されてるでしょうね。はい。で、これが1本目の北に抜けるアーケード。神戸信用金庫の銀行があるんだけども、これ、角がね、R になってましてね。踏切があるってことなんでしょうね、これ。でそこに、水道筋恵比寿。灘センター商店街。まず行ってみましょうか。ね、緩やかに登ってますね。で、ここに灘中央市場っつうのがあります。で、後で行きます。で、これが灘センター商店街の、北の端。昔ながらのタバコ屋さん。反対側から歩いていくと、緩やかに下っております。海に向かってね。さあ、さらに東にしてみましょう。ここからね。でね、ここの街並み、ここから先の街並みがね、ちょっと面白いんですよ。中央市場の、これ左側が中央市場なんですよね。だから、短冊状にね、敷地割りされてるんでしょうけれども、完全に看板建築、それが並んどるわけですよ。見事にね、衣装が違う。まあ、2軒半、1軒半みたいな、そういう間口の店舗がずらーりと並んでいるんですね。で、片や、南側というと、この向こうに大通りがあるので、建て替えが進んでましてね、大きな銀行、これはみずほ銀行の店舗ですけど、ここは大きな敷地になっていたりするわけですね。これが東側の枝道、北に伸びる道ですね。あ、これ広いね、幅がね。まだ中央筋商店街、六甲山に向かって坂道で、左手にはですね、ただ中央市場、先ほど見えたただ中央市場の反対側ですね。で、この灘中央市場の入り口がもう一個あります、ここに。ね。2箇所こっちの塔については入り口があるということです。で、アーケードの形態を見ても、水道水商店街とは構造が違いますね。商店街によってアーケードのデザインが違うわけですね。この通りは結構幅が広いんでね、車の往来もありましてね、このように駐車場がアーケード街に面して作られているところも多々あります。もしかしてバスが走ってんのかな、これ。バス停だ、これ。コミュニティバスかな。坂バスっていうのはこんな形で走っていて、JR 灘駅周辺からスタートし、この辺りをぐるっと巡回しているバスですね。コミュニティバス。一番高いところっていうか、一番北側にマヤケーブル下の駅があります。アーケードは切れて六甲山が見えてきました。灘センター商店街側の、中央市場の入り口に戻ってきました。これですね。そうですね。この地図は今、上が北ですね。で、
いしょ。この道が水道筋商店街で、北に伸びるセンター街、それからこっちも北に伸びる那田中央筋商店街で、その間のところにですね、中央市場があります。今ここにいるんですけど、ここから入ると二手に分かれて、西地区っていうのかな、それからまた先に南地区で北地区っていうなんか3つのエリアに分かれてるんですかね。これ西地区ですね。西地区見ていくと、まあ食料関係の物販店、そして南地区は商店、惣菜店、ここもそうですね。食料関係の物販店ですが、北地区っていうところを見ると、中華惣菜、韓国料理、居酒屋なんかもありますね。ちょっと雰囲気が違うのかな。こういう木造密集地はですね、一旦火が出ると燃え広がってしまうので、災害時の延焼防止や避難場所に活躍する街中防災空地なんていうのが作られているようですよ。扇風機がぶら下がってる。じゃあ行ってみましょう。ではまず、西地区ですかね。そっから行きます。お肉屋さん。これはなんだ？ここはなんだ？休憩所だって。市場が運営する休憩所。これが防災空地か。テントが張られてましてね。雨よけなんかも作られてますが。こういう建物の外壁を見ると、いわゆる金属スレート、折板、バラック系の材料です。これは何なんだろうな、この井戸みたいなやつは。こちらの井戸水は飲料水としては飲めませんって書いてあります。これだ。防災空地みんなの広場の利用規約。ついてはこの場所での飲食は、ただ中央市場内で購入されたものについて限らせてくださいと。それから、この場所で出たゴミについても、購入いただいた店舗に返してくださいと。前ここに立っていた建物の仕上げ、床の仕上げが残ってます。そしたらまずこの西地区の南側から行きましょうか。ここはお肉屋さん、雑貨屋さんと。シャッターが多いね。今日ね、土曜日だからな。お肉屋さん。鮭専門なんて。すごい。ね、ここね、ちょっと特徴はですね、このシャッターがね、角度がついてんだよな。なんでなんだろう。こういう風にね、角度がついてるんですよ。これ珍しいな。傾いてるわけじゃなくて、もともとこうなってる。模型があるよ。そして、マップもある。北側の通路は完全に裏ですな、これは。裏ですね。ここね、消火器具なんつって。やっぱりね、火事には相当神経を使ってるんでしょうね。ちょっと教えてください。これなんでシャッターが斜めなの？シャッターがこう、傾斜ついてるじゃないですか。なんでですか？わかります？シャッターが傾斜になってるの。シャッターがちょっと傾斜ついてるじゃないですか。あ、そうかな。両側こうついてるっていうのなんか理由があるんですよ。いや、なんでねこのシャッターがね斜めなのかっていうことを今聞いたんですけど、この一皮分がですね、一皮分が張り出してると、商品の陳列のために張り出してるということのようですね。ここで言いますとね。
このラインが建物のラインで、ここから先は商品を陳列するために道にはみ出しているという扱い。でなるべくお店の中を広く使うためにシャッターを斜めにしているってことではないかなという話です。理解できました。ここもそうだね。ただここのところが建物の境界で、そこから一皮出てるのが陳列の張り出しということですね。床もここに側溝がずっと切ってあるもんね。側溝がずっと切ってある。もうそうだね。さあ、それではですね、南地区に入ってみましょう。これも、変わらず、食料品の物販店、食料品の市場ですね。ここもそうだ、ほら。このところまでが建物で、そこから一皮分が陳列ということですね。面白い。初めて見たぞ。これなんかそうだ。これ両側、この部分とこの部分が、陳列のためのスペースですね。これ空地だね。イートインスペース。面白い。こういう感じだ。これは新しい折半で包まれてますけどね、外壁はね。建物としては、築10なのかな、上は。2階建ての木造の建物が並んでいまして、こっち側は物干し台があったりしますけど、アーケードが、理想の高さで入っているという構造ですね。灘中央市場から灘中央筋商店街が出ました。さあ、では北地区を入ってみましょう。灘中央市場の北地区。ここですね。これが北地区。やっぱりシャッター斜めだわ。斜めだけど、こちらの建物は、シャッターまっすぐにしてる。こっから斜めだね。こっから斜め。ここが前庭みたいになってんだね、これ。面白いね、この考え方ね。一皮分が、いろいろ作り込むことができるんだろうな。ここは何ですか？これも街中広場？で、こちらが避難通路か。坂道になってる。ここは何ですか？協同組合事務所があって、これは井戸かな？井戸っぽいね。この通路のところにね、防火用のね、バケツがね、並んでんですよ。水が入ってる。いやー、灘中央市場面白かった。いろいろ勉強になりました。水道筋商店街の残りの角歩いてみましょう。灘中央筋商店街の分岐点から先東側。ここに来るとですね、道幅が狭くなります。これね、水道水商店街ね。で、南側の敷地、これしかない。
間口2軒ぐらいかな。で、見てください。こんななってんだよな。降りましたらね、この中央筋商店街のところがね、石垣で土盛りされてんですけど、まあそうだよね、段差があるからね。これ古い石垣ですよ。おっとっとっと。これが東の橋。車が入ってきた。マジ？この人か面白いじゃないですか。何これ？続いてんだな。市場みたいなのが。そこにね、鉄筋コンクリート造の集合住宅があるんですけど、一川分がね、バラック系です。この先が水道水商店街の、これ東の端なんですけどね。こうなってんだよ。ほら。この集合住宅の周りにね、バラックのような建物がね、取り囲んでんだよ、これ。何これ。すごいなぁ。面白いな、これ。はあ。おう。これアーケードだ。これもそうなんだ。市場なんだ。公認畑原東市場。こっちもそうだ。畑原市場。はい、出ました。ほほほほ。面白い。なんだこれ。まあ市場だね、これね。はあ。すごいな。そっか、ここも一皮分がシャッターなんだな。同じだよ、作りが。ね、ここも、そこが建物で、ここに側溝が切ってあるもんね。こっちか。側溝が切ってあるから、この分が陳列用の張り出しですよ。こっちはその状態がよく見えますよね。この分の張り出しがね。なんだこれ。ET じゃないですか。ほうほうほう。まだ続いてる。抜けました。
これがバラックに取り囲まれた集合住宅ですよ。建物の後ろ側ですよね。いやー、恐れ入りました。いやー、面白かったですね。神戸のね、アーケード街は独特ですね。ここは今まで歩いた神戸のアーケード街の中でも、まあ一番面白いと言っていいかもしれませんね。それでは、六甲山の方に向かって坂道をどんどん登っていきましょう。桜トンネル南。ああ、すごい。桜トンネルだ。関西の住宅地っていうのはメインストリートをですね、このように桜並木にするっていうのは定番なんですね。夜景ブレーキ。Friday night, found a photograph of us. Can't remember what we did that time. We were spending one night in Venice. It just slipped my mind. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting マヤ山中展望台に来ました。前方に見えるはポートアイランド、ロッコアイランド。復興の街を歩く神戸灘編、いかがだったでしょうか。それではまた次回、どっかの復興の街でお会いしましょう。さようなら。